はい、どうも皆さん、あやとです。ですね、ちょっと今、あるツイートをちょっと見かけて、で、ちょっとね、それがね、韓国語で、書いてある、文だったんで、ちょっとフォロワーさんとかに協力してもらって、ちょっと教えてもらって、ちょっと自分なりにね、軽くまとめてみて、それに対して思うね、個人的なね、あくまで個人的なんですけど、ちょっと感想というか、意見をちょっとね、言っていこうかなと思うんですけど、だから今回の動画ですね、もう本当に普通にちょっと真面目な動画になっているので、こういう雰囲気の動画が嫌いな方とかは、さっきね、リアクション動画とか上げたんで、ちょっとそっちも見てほしいんですけど、ですね、正直ですね、ちょっと今から意見を言っていくんですけど、僕もこれが絶対にそうとかっていうその確証があることではないので、その文章の内容以外は、ちょっと僕も正直、聞いた話というか、見た話なので、これが絶対っていうことはちょっと言えないので、あくまでちょっと憶測とか個人的見解も入ってくるんですけど、ちょっと述べさせてもらおうかなと思います。はい。で、まずですね、なんかその上がった文章が、その K 君の、アンチをしていた方の謝罪文ということで、まずですね、本当に正直僕がもう個人的にですよ、思った意見としては、もう何を言ってんだと、正直思いました。なんか、これはね、許されないよ。ひどい。マジで。で、その内容っていうのが、最終回で脱落してしまった K 君なんですけど、その、デビューをさせたくなかったアンチの方がですね、そのデマの内容や、K 君のイメージを下げるようなことであったり、誹謗中傷とかをこうビッグヒットに送ったり、それを拡散したり、で、またアウトタグを拡散したりとか、とりあえずもう K 君をデビューさせないような働きかけを、行っていたということでね、年齢がちょっと若くて、中学生小学生高校生かわかんないですけど、とりあえずすごい若い子らしくて、で、この謝罪文をなんで出したかっていうところなんですけど、そういう活動をしていたため、韓国の、本国のね、K 君のファンに訴えられそうになったらしいんですよ。ちょっと本当に確かかわかんないですよ。そうやって訴えられそうになったのが、だから、言うたら自分たちがしていた行動が、多分、自分たちが思ってた以上に大きくなっちゃったというか、普通に考えたらわかるんですけどね。そういうことしてたらそうなるやろっていうのはわかると思うんですけど、多分そこを分かってなかったんでしょうね。だから物事が大きくなって多分怖くなったんじゃないですか。怖くなったかなんかでアカウントを消して逃げたと。で、一回逃げたんですけど、また新しくアカウントを作って、そのアカウントでそういう謝罪文を上げてたみたいな感じで、その謝罪文の内容としては、本当にもうめちゃくちゃざっくりですよ。もうめちゃくちゃ簡単に言うと、とりあえずもう、許されないと思うんですけど、本当に申し訳ございませんみたいな、謝罪文ですね、を上げてたということで、これに関してはですね、もう本当に思うことがありまして、もともとですね、そのサバイバルオーディションっていうのは、その脱落者が、いて当たり前だと思うんですよ。そういう形で成り立ってる番組じゃないですか。で、いいんですよ。応援するのはめちゃめちゃいいことだと思うんですよ。皆さん、個人個人推しがいて、その子たちをデビューさせてあげたいって思って、応援する。それはすごいいいと思うんですよ。しかも僕も、推しで言ったら、ソヌ君とソンフン君、デビューしてほしいなって思うから、結構応援してたわけなんですけど、それはいいんですけど、この人たちがしてるのって、K 君アンチの方は、K 君をデビューさせたくないと。だったら、100歩譲ってよ。デビューさせたくないっていうのも、100歩譲って分かったとして、じゃあ、例えば、他のメンバーの子たちを応援してあげる。これは分かるんですよ。でも、この人たちがしてることって、K 君を下げてるだけなんですよ。そう。この自分たちが本当にデビューさせたい子を上げるんやったら分かるんですけど、それ以外の子たちを下げてるって、これ、本当にやり方としては僕間違ってると思ってて、応援の仕方がおかしいというか、そんなことして誰が得するんだっていう、正直すごい思いますね。で、ちょっと一番個人的にもう言っちゃうと気持ち悪いなって思ったのが、デマを拡散とかってもう僕ありえないなと思って、で、デマを信じ込んで拡散する人も、ちょっとね、なんでしちゃうんだろうっていうのは正直思っちゃって、
なんか、まあわかるんですよ。こうやって、デマがバーって流れて、なんかあったじゃないですか。差別問題みたいな、ケイ君が、過去のツイートで、差別をしてたんじゃないかみたいな。それを一回聞いた時に、ってなるのはわかるんですよ。そこまではね。そんなことしてたのってなるのはわかるんですけど、それ、根拠何っていう。そう。その情報を聞いて、その情報の信憑性を一回疑うでしょっていう。うん。それはね、K 君本人が僕はこれをしましたって言ってたら、それはダメでしょってなると思うんですけど、その第三者が言ってることをなんでそのままスッと信じちゃうのかっていうのが、ちょっと僕はわかんないんですよね。第三者が言ってることを一回聞いて、それを自分で、これは本当なのかっていうのを見極めて、で、それが本当だったら、まあ、その100歩譲ってわかるんですけど、でね、まあその今回、K 君がデビューできなかったっていうことになったんですけど、まあそれに対して確かにね、いろんな要因があると思います。で、まあ僕は思うのが、その中に多少はその人たちのその行動の影響があると思うんですよ。その人たちがそういうイメージダウンであったり、誹謗中傷であったり、デマを拡散したり、アウトタグを作ったりとかも何をしてるんだって思うんですけど、もうそういうことをしてしまったから、そういうことを信じ込んじゃう人が発生して、で、それによって票数が下がるっていうのも、少なからず影響はしたんじゃないかなって思うんですよ。だから、これ本当に取り返しつかないことをしてるってことを、まあ、自覚これでしてなかったら僕ちょっとやばいと思うんですけど、っていうかまあ思うんですけど、なんか、謝るぐらいやったらすんなよっていうのも正直思うんですよ。なんか、わかんないです。これはちょっと結構なんか、僕本当に個人の意見なんですけど、これ言うたらあれですよ。何もない人に急にバーンって暴力してごめんって言ってんのと一緒ですよ。もうむちゃくちゃなんですよ、やってることが。てかもうこんなことが許される世界やったらもうむちゃくちゃですよね。うん。はいまあ、こんな感じでですね、結構これにはね、正直ね、僕もね、まあ腹立たしいというか、これはちょっとないだろっていうのがもう意見として第一にありますね。はい。でね、まあ今喋った内容はですね、その謝罪文の内容に関しては、まあ、多分大まかには合ってると思うんですけど、それ以外のことに関しては、ちょっと間違えてる部分もあるかもしれないです。僕も自分で調べたりはしたんですけど、それが本当に合ってるかっていうのは正直100% とは言えないんで、そこだけはちょっと皆さんご理解お願いしますっていうのと、いろんな意見があると思うんですけど、まあ今日話したのは僕個人の意見となっているので、まあそこもね、よろしくお願いしますということで、皆さん、まあですね、ちょっと今回はですね、こういうちょっと真面目な動画になっちゃったんですけど、ちょっとついさっきね、またリアクション動画も、上げてるので、よかったらそちらの方も見てください。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。